ムーンギターズの山崎でございます。今回はですね、ムーンギターズ大注目のギタリスト、サイレックスのマシャさんをお招きしての、YouTube となります。マシャさんどうぞ。お疲れ様でございます。ありがとうございます。いや本当もう惚れ惚れするようなギタープレイですね。いや恐縮でございます。もうびっくりしましたよ本当に。今回は、はい、いろいろちょっとお話しさせていただこうかと思ってるんですけど、はい、マシさんの方から簡単に自己紹介だけお願いできますでしょうか。私サイレックスというバンドを率いて活動しておりますギタリストのマシャと申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そうですね、まず最初にマシャさんがうちの、モデルマシャさんモデルを、作る経緯をちょっと、2人実は話していきたいなと思うんですけどね、約2年ぐらい前にマシさんから直接お電話かメールいただいて、チューニングが持ってるギターの、それをちょっと見てほしいということで会社に来てもらったんですよね確か。で僕確かですねヤングギターで、マシャさんのお名前とサイレックスは聞き覚えあったんですけど、ありがとうございます。音源聞いたことなくて、YouTube で探して聞いてですね、これなんだっていうぐらいびっくりしちゃってですね、すごいギタリストがいるなっていうことで、これぜひお会いしたいなっていうのがあってですね、そこで初めてお会いした経緯ですよね。それでチューニングの狂いもなくなって、でその最初のギターっていうのはマシさんが都内の某有名店、楽器店さんで直接お買いになったんですよね。そうなんですよ。僕いろんなギターをこう使ってきたんですけど、人生の伴侶っていうんですか、なんかこう自分のずっと育てていくギターをそろそろ持ちたいなと思って、やっぱそういうコンポーネントですごく一番有名なメーカーじゃないですか。ちょっと都内の楽器屋さんで触ってみたいなと思って行ったらもうめちゃくちゃ良くて、これだと。購入されたのがいわゆるノーマルの3シングル、何の手も入れてない形なんですけどね、マシさんのプレーを見てですね、もうぜひうちでモデルを作りたいっていうことで、今回企画したギターがこちらです。マシさんの方から特徴っていうんですかね、こうしてほしいっておっしゃってたポイントが何点かあると思うんですけど、ちょっと簡単に説明してもらってよろしいですかね。そうですね。こちらのギターですね、ST マシャモデルという、見た目は普通のというか、そうですね、ST 系というんですかね、ノーマルですね。なんですけれども、元は ST クラシック、そうですね、いわゆるヴィンテージタイプのギターで、塗装もラッカーになってるんで、周りも相当よくはなってると思うんですけど、もともとめちゃくちゃ良かったんですけど、自分結構こう激しめのアーミングとか、そうですね、チョーキングとかがすごい好きで、そういうのをいっぱいやりたいなと思った時に、どうしても昔ながらのその構造だとチューニングであったりとか、そういったところの不安定さっていうのがあって、それをどうにか自分のプレイスタイルにこう合わせて
変えていただきたいなと思ってお願いしたのが、まずペグの部分ですね。見た目はすごく普通のヴィンテージタイプなんですけど、マグナムロックっていうのはロック式のペグになってまして、これを使うことでですね、あんまりこう弦をぐるぐる巻かなくともポスト側でロックしてくれるので、そこのたわみによるチューニングの狂いっていうのがなんか少なくなってるんですよね。あとは上からいくと、ここシルバーニッケル、ヨーギナットですね。ですね。これもアーミングしたり、チョーキングを繰り返すと、牛骨のナットって結構なんですかね、ちびてくるじゃないですか。そうですね。そうですね。それやっぱりこのフレットと素材が同じなんで、皆さん結構開放のアルペジオとかも使われると思うんですけど、音の分離がいいんで非常にいいですよね。そうですね。牛骨使っちゃうとそれで牛骨の音になっちゃうんで、開放の音もですね、やっぱり非常にまさに合ってるのかなって、すごくトーンが、その金属って最初聞いてキンってなんないのかなと思ったんですけど、やはりそのフレットと同じ音っていうか材質っていうのもあって、すごくサスティンあって強いのにそんなにこううるさくならないというか、そこがすごいなと思って。こっちも書いてあるんですよね、前の機種もね。そうなんですよ。こっちも同様になってますね。上から行くとフレットですね。見るからにもうめちゃくちゃ太いのがついてると思うんですけども、多分世界一太いやつじゃないですか、スーパージャンボとか言って。これ品番っていくつでした？これジムダンロップの6000番っていう。そうか。6100番じゃなくて6000番でしたね。6000番の方。一番太い。高くてこうなんか幅もすごい。スケロップになってるような。そうですそうです。指が指板に当たらないぐらい。軽くタッチしただけだと。なるほどですね。こういうの初めてだったんでちょっと慣れるまでちょっと時間かかりましたけど、そうですか。慣れてからは割とうまく弾けるようになったかなと。以前のギターもやっぱり6000番のフレットってつけたことがなかったんですか？以前はですね、6105番っていうちょっと高めでちょっと細めみたいなモダンな仕様とかっていうのがあるらしいんですけど、やはりそのなんかこうタッチがいい感じなんですよ。こっちの方が良かったです。ありがとうございます。じゃあ次はそうですね。ピックアップはですね、その ST クラシックにあるものがすごく僕気に入ってて、ありがとうございます。いろいろ他のねピックアップもちょっと試していただこうかと思ったんですけど、マスさんがこれすごく気に入って、僕もライブでね何度かマスさんのライブこの音聞かせてもらって、もうこれでいいんじゃないかっていう感じがして、別にね各ピックアップこう巻き数とかも微妙にこう調整されてて、ハーフトーンにした時のすごく綺麗さとか切なさみたいなのがすごく出るなと思ってます。これはもうストックのやつですね。そうですね。そうですね。あとはこれトレモロをね使ったシンクロトレモロを使ったプレイよくするんですけども、物的には普通のやつですよね。一般的な普通の。これもあれだったですね。前のギターの時にチューニングがやっぱ合わないっていうんで、いろいろブリッジ交換したり、僕ねマスさんのね自宅スタジオにね5億ぐらいしたような覚えがあるんですけど、その結局とんでもないです。ありがとうございます。やっぱり結局最終的に気に入ってもらったそのシンクロの一番いわゆるノーマルのタイプのこれに音とか全て含めて使い勝手含めて戻ってきたって形ですよね。そうですね。なのでこれが一番自分も好きで、ムーンの他のギターにもこれが標準で搭載されてて、やはりもうこれが一番信頼を受けるやつなんで、これをどうにか使いこなそうと思って。すいません、ありがとうございます。でもマスさんのプレーっていうのはかなりアームのアップダウンっていうのが激しいじゃないですか。その幅もすごいし、そのフロイド・ルーズってことを考えてなかったんですかね。そうですね。やはりその鳴りというんですよね。この部位いわゆるオールドスクールなこういうタイプの鳴りがすごく好きで、とねフロイド・ルーズ使っちゃうとちょっとカンカンしたキンキンしたそのブリッジ音っていうんですかね。ギターのボディネックの音じゃなくてブリッジの音がしちゃってるような感もありますもんね。ここで止めちゃってここで止めちゃってるんで。そうですね。その音も僕すごい好きなんですけど、自分のプレイスタイルのこっちの方が意外とこうフロイド・ローズってちょっと触っただけでもすごく効くじゃないですか。それがなかなか慣れなくて、このちょっといなたい感じっていうんですかね、っていうのがやっぱ好きで、裏はバネが3本掛けになってますね。でこれちょっと見てほしいところなんですけどね、通常ですねザグリって上からバコッとこう加工するんですけども、それとは、それかさらにこう奥にですね、ちょっとザグリを広げてますね。立体的なザグリになってるっていうんですかね。それがあることによってそのトレモロブロックがこうゴンゴンとこう結構
こう激しめにダウンしたりする時にゴンゴンと当たってその可動域の限界が、まあ、一般的なのだとあるんですけど、さらにですねこういう掘り込んでいただいているので、はい、これもすごくちょっと鳴らしますけどこんなにやっても落とせるわけですね。はい、でチューニングも狂わない、はい、なんかすごいこれやっぱ匠の技だなと思ってこれはムーンさんしかできないなと改めて思いました。ありがとうございます。でちょっと僕一点気になってこれはマスさんの指定だったんですけど、はい、リアのと、まあ、通常のワンボリュームセンタートーンっていう形になってるじゃないですか、はい、であえてこれ、リアのにトーンつけてますよね、はい、歪ませて弾いてるこういうジャンルの方ってこうトーンはあんま僕はいつもフルテンの状態なのかって思ったんですけど、これもやっぱり結構そうですね、これが結構深いというか、もともとそうですねムーンのギターもやっぱそのフロントとミドルのトーンだったんですけど、リアのピックアップにトーンをかませてですねフルテンでもいいんですけども、それするだけでそのシングルコイルのその上の方のノイズっていうんですかね、超広域がトーンの回路を一回通ってることで滑らかになることが分かって、はい、自分でこういろいろ改造とか好きでスイッチとかもいじったりしてて、一回間違えて配線しちゃってはい、で間違えてるわと思ってケーブルブツッとこうアンプに差し込みながらこうやってたら、そのトーンを間違えたトーンを元に戻した時にリアの音がやけにシャーって聞こえたんですよ。これはハウリングの原因になるかもしれないと思って、自分結構ガンガン歪ませて大きい音で出すんですけど、ミュートした時にヒーンとかいう音がやっぱ出がちだったんですけど、これをトーンをかませることでマイルドになるんじゃないかと思って、それでトーンを足してもらったんですけど、すごくバランスよくなってるかなと思いますね。はい、そんな感じなんですね。ここリアのトーンになってますね。はい、ありがとうございます。はい。マシさんにムーンのマシャモデルの説明をしていただいたんですけど、この後またちょっと僕が一番お気に入りの曲「メイド・オブ・ライス」この曲、マシさんのね本当一番いい泣きのギターっていうんですかね、テクニックとかスピードはもう申し分ないですけど、やっぱり僕マシさんって泣きのギタリストだと思ってるんで、チョーキング一発でこう仕留められる的なね、やっぱり素晴らしい表現力、恐縮でございます。本当いい曲なんで、それ弾いてもらうんですけど、その前にですね CD を持ってきてもらってるみたいなんですけど、説明だけしてもらって。結構前なんですけど、2017年ぐらいにですねファーストアルバム「アライズ」というのをリリースしまして、先ほどお聴きいただいたのがこのアルバムに入ってる曲の僕がギターのメロディー弾いてみたりとかいう感じでやったんですけど、絶賛販売中でございます。ぜひぜひ皆さん、はい、あとムーンの、マシャモデルもですね、全国楽器店さんでですね注文あればすぐ作るような形取れると思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。ぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあマシャもう一曲、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。次演奏する曲は、このシングル EP に入っている「メイド・オブ・ライズ」という曲を演奏いたしますのでお聴きください。よろしく。Thank you.